あれ？葉っぱが1個足りない。落としてないんだけど。足りない。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの番外編というか、定期購入者特典の、これでわかるかな？前回作ったバラとすごく似てるんですが、今回はチューリップを作っていきます。で、これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてチャンネル登録やいいね評価、コメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。それでは早速チューリップ作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい。そしたら今回使うパーツなんですが、今回使うのはこの前回のバラにすごくそっくりなこのピンクのチューリップのお花と、あとこのワイヤー、ここの H さんのこの葉っぱたちを使っていきます。こっちやってこうか。このワイヤーを今回は5センチの長さにひたすら切っていきます。今回のこのお花が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個分作るので、ワイヤーも10本分、よいしょ、5センチのものを10本分作っていきます。なんかこのさ、ピーターラビットの特典についてきたこのペンチニッパー毎回覚えらんないんだけど、これがねすごく切りやすくてとっても便利です。よいしょ。1、2、3、4、5本だからあと5本。1、2、3、ちょっと足りない。前回の続き使ったからちょっと足りない。よし、これで10本分ワイヤーが切れたので、このお花をランナーから外してあげて、前回のバラみたいにこのね後ろに刺してあげるんだけど、なんかもうちょっと入れた方がいい？でも前回のバラよりはでもやっぱり浅いかなっていう感じなので、サリーはちょっとまた目打ちで少し穴を広げて刺せるようにしてからワイヤーとくっつけていきたいかなと思います。じゃあまずはこれをランナーから外していってあげます。よし、じゃあこんな感じで切り外せたら、目打ちでちょっと穴を広げてあげて、多分ここのとんがってる先端部分が全部入ればいいぐらいだと思う。そうすれば十分ワイヤーも入ってくれると思う。よし、じゃあ穴が開いたので、次は多用途接着剤でワイヤーとくっつけていきます。ワイヤーをちょんとつけて、ここに差し込む。入るかな？よし、入った。そしたらこれまた前回のバラと同じようにこういうクリップで留めてあげて、これがね立ってる状態、こういう状態で乾かしてあげます。よし、じゃあひたすらくっつけていきます。
よし、じゃあこんな感じでお花が全部くっつけられたので、これを乾かしてる間に今度はね、葉っぱを作っていきたいと思います。なのでまずはこの葉っぱを全部切り外していきます。よし、じゃあ全部葉っぱが切り外せたら、今回もじゃん、これで癖をつけていきます。癖じゃないか、筋をつけていきます。この定規をまず当ててあげて、で半分のところでピンセット使って筋をつけてあげるんですけど、なんかね、今回は全体にって書いてあったので、葉っぱの先っぽから先っぽまで跡をつけちゃっていいっぽい。なので、よいしょ、ひたすら線をおっと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 、こう線を描くように筋をつけていきます。よし、じゃあ全部に筋がつけられたので、これを折っていくんですけど、何やった時と同じなんだっけ。なんかここ半分に折って、この先のところはなんかね、指の方が今回やりやすいって書いてあったんですけど、こう後ろに反らしてあげる感じ。こっちの下の方は折るんだけど、先っぽは折らずにこんな感じ、こんな感じ。ラディッシュとかと同じかな。こんな感じで全部折って沿っていきます。よし、はい、じゃあこんな感じで全部真ん中折って先っぽの方は反らせられたら、こっちのチューリップにくっつけていきたいと思います。そしたら木工用ボンドを準備して葉っぱをくっつけていくんですけど、このお花の根元から1センチ2センチ下のあたり、このあたりにボンドを塗ってあげて、こう葉っぱをこう対になるように同じ位置につけていくので、ボンドも2箇所に見えるかな、ボンドも2箇所に塗ってあげたら、葉っぱをよいしょ、いけるかな、葉っぱをくっつけていきます。こんな感じかな。で1本貼れたらもう1本は対になるように、よいしょ、こんな感じ。おっと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 、ちょっと動いちゃった。よいしょ、こんな感じ。こんな感じで葉っぱが貼れたら、またこのねクリップでつまんであげて乾かします。じゃあこれをひたすらやっていきたいと思います。
あれ？葉っぱが1個足りない。落としてないんだけど。足りない。もう1個だけの子が1つできちゃうってことだね。最初切るとき数えればよかった。でもさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19やっぱそうだ。足りないや。20本ないとダメだもんね。足りない。じゃあしょうがないので1個のまま、最後この子に葉っぱを2枚つけてあげて、これで乾いたらチューリップ完成です。じゃーん。今回のチューリップ完成しました。なんかさ、最初からなんかサリーがなくしたのかなって一瞬思ったんだけど、最初から1個1枚葉っぱが足りないっていうのはなぜなんだろう。ね、なんか予備が1枚あるんだったらわかるんですけど、10本作るのに葉っぱが19枚っていうのがちょっとね、不思議な感じがしましたが、一応1枚でも、そんなにおかしくはないかなっていう気持ちです。まだね、ちゃんと完全には乾いてないので、これがね、外せないんだけど、なんかバラの時みたいに束ねたら、すごい花束みたいに可愛くなるんじゃないかなと思っております。で、今回こっちの方がいいか。葉っぱを反らせたので、これもなんかチューリップの葉っぱっぽくて、なんか後ろがすごい、主張がすごいんですけど、この葉っぱがね、チューリップっぽくて、本物っぽくて、とてもいい感じに仕上がっているんじゃないかなと思います。なんかすごいね。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんと一緒におしゃべりをしたり、アドバイスを受けたりしながら、みんなで手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をして、サリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなは、あなたの入隊を待ってまーす。そして、サリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど、本当にありがとうございます。また、サリーのチャンネルでは、毎週水曜日、お昼の11時半から12時半まで、手芸の生放送をしています。お時間のある方は、ぜひそちらも遊びに来てくださると嬉しいです。それでは、また次回のピーターラビットの世界、イングリッシュガーデン&ハウスの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。